こんにちは、くまこです。今回は東京を走る動く高級レストランに乗車します。目的地に向かうためじゃない、移動そのものを楽しむ特別な旅。東京の街を見下ろしながら絶品フルコースを堪能してきます。それでは早速行ってみましょう。旅の始まりは東京丸の内。こちらのポップで可愛い2階建てバスが本日の動くレストランです。受付を済ませていよいよ乗車です。予約時に座席指定ができるので、今回は最前列の2名席を選びました。左手でございます。ゴミですね。今回予約したのがこちらの特等席。大きなフロントガラスが目の前に広がります。私は後ろ向き、熊尾は進行方向を向いて座ります。今日いただくのはグルテンフリーのイタリアンランチコースです。テーブルには美しい前菜と揺れる車内でも安心な専用のグラスホルダーがセットされています。車内に入って驚くのがこの圧倒的な開放感。天井が全面スケルトンになっているので狭さを全く感じないんです。レストランですが、ここはバスの中。シートベルトを締めたらいよいよ出発です。そうしましたら皆様、本日は東京レストランバスヨーロピランランチコースにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。本日案内役ナビゲーターを務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆様の拍手大変光栄でございます。さて、食事と一緒に楽しむ飲み物を注文します。アルコールからソフトドリンクまで豊富に揃っていますが、私たちはウーロン茶で乾杯です。このドリンクホルダー、なんとグラスにジャストサイズなんです。どんなに揺れても倒れない素晴らしいアイデアですよね。それではお料理をいただきましょう。最初の前菜はきれいに盛り付けられた4つのメニュー。東京の街を眺めながら贅沢な一口を味わえます。お食事と一緒に車窓の景色も楽しみます。目の前に現れたのは皇居の美しい松の木。ガイドさんの解説を BGM に贅沢な時間が流れていきます。日比谷公園なんですが、今絶賛バリアフリー化中でございまして、改修工事が行われております。バスは日比谷公園を通り過ぎ、正面に国会議事堂の中央塔が見えてきました。ここでルーフオープンを予定していたようですが、なんと雨が降ってきてしまったようです。ちょっとドライバーさん情報によりますと、ちょっと雨が降っているということで、またちょっとチャンスがあったら天井のルーフの方を開けてまいりたいと思います。ぜひぜひ。でですね、皆様今ご覧いただいている正面の中央塔なんですが、約65メートルの高さがございます。なんと奈良の法隆寺がすっぽり入っちゃうような高さだそうですね。で、向かって進行方向左手側が衆議院、それから右手側が参議院の建物がございます。ちょっと残念な気持ちを癒すように次のお料理が運ばれてきました。濃厚なかぼちゃのポタージュです。美味しいスープを味わっていると、窓の外にはたくさんの警察車両が。ちょうど首相公邸の前を通過中。永田町らしい独特な緊張感が漂っています。バスは虎ノ門に入りました。ここでついに屋根が開きます。
では行きますよ。3、2、1、オープン。どんなハイテクなシステムで開くのかと思いきや、なんとまさかの手動。開いた瞬間に飛び込んでくるダイナミックな景色と爽やかな風に歓声が上がります。屋根が開いたことで信号や標識がすぐ目の前に迫ります。一般的な信号機の高さは約5メートル。このバスの高さはなんと 3.8 メートル。手を伸ばせば届きそうなほどの距離感です。次のお料理は生ハムのサラダです。大きな生ハムと新鮮な野菜の組み合わせが絶妙で、さっぱりと美味しくいただけます。東北右手側ご覧いただきますと、ちょっと特徴的な形の建物ご覧いただけます。麻布台ヒルズのガーデンプラザでございます。バスは麻布台ヒルズを通り過ぎ、後方に東京タワーが見えてきました。実はこれ、後ろ向きの座席に座った人だけが一足先に出会える特別な景色なんです。この後ベストポジションに移動するまではまさに私の特権ですね。バスは芝公園の前に停車します。ここでは席を離れて自由に記念撮影を楽しむことができます。東京タワーをバックにガイドさんに素敵な写真を撮ってもらいました。開放された屋根からひょっこり顔を出すと、その高さはおよそ4メートル。遮るものが何もない抜群の見晴らしです。そしてバスは再び出発します。そうしましたら皆様の元には続いてのお料理、パスタが出てまいります。続いてのパスタなんですが、グルテンフリーパスタ、ひき肉とナスのトマトソースあえと、ここで温かいパスタが運ばれてきました。グルテンフリーパスタ、ひき肉とナスのトマトソースあえです。言われないとグルテンフリーとは気づかないくらいもちもちで、普通のパスタと変わらない美味しさにびっくりです。さて、そうしましたら皆様、進行方向左手見ていただく、上の方見ていただきます東京タワー、大きくご覧いただきます。ではお楽しみください。どうぞ。バスは東京タワーの真下を通ります。大迫力の足元を通り過ぎたら、次は真上を見上げる絶景タイム。屋根が開いているからこそ出会える特別な東京の景色を胸に焼き付けます。そうしましたら、まだ皆様進行方向左手後ろですね、東京タワーを大きくご覧いただきます。でまた皆様、大迫力の東京タワーを満喫した後は、バスは首都高に乗ってお台場へと向かいます。高速道路走行中は安全のため全てのサービスが一時停止となります。開放的だった屋根もここで一旦クローズします。もちろん閉めるのも手動です。こちらの入り口ご覧いただきますと、かなり狭い入り口となっておりまして、車幅ギリギリで通ってまいりたいと思います。ぜひ皆様にはドライバーさんのドライブテクニック、ギリギリの車幅ギリギリのスリルお楽しみください。どうぞ。狭いゲートをすり抜けていよいよ首都高に突入です。ここからお台場まで爽快な高速ドライブを楽しみます。この後ターバスがスピード
側上げてまいりますため、少し揺れが大きくなる場合もございます。と東京湾岸の綺麗な景色がお楽しみいただけます。首都高を走り進めると、車窓には東京湾岸の美しい景色が広がります。その向こう側、豊洲の奥に東京スカイツリーが見えてきます。ちょうどですね、進行方向左手右と振り返っていただきますと、東京スカイツリーがご覧いただけます。ちょっと曇ってて上の部分が見えないスカイツリーとなってて、ちょっと面白い形ご覧いただけるかと思います。バスはいよいよレインボーブリッジを渡ります。進行方向の左側に見えるのは東京オリンピック2020の選手村だったエリアです。これくらいのビル群なんですが、もともと東京オリンピック2020の際に選手村として使われた場所でございます。晴海フラッグと言われております。そして反対の右側にはお台場のフジテレビが見えてきます。左右どちらを見渡しても東京を代表する素晴らしい絶景が広がります。バスはお台場に到着です。ここで30分間の休憩タイムとなります。乗客の皆さんが降りたタイミングで静かになった車内を少し撮影させていただきました。2階建てバスの1階部分にはトイレと厨房があります。どちらも限られたスペースの中でコンパクトに設計されています。お台場での30分休憩。皆さんお戻りが早くてバスは早速後半戦へと突入します。席に戻るとパンとお水が用意されていました。倒れない工夫がされた専用のグラスホルダーがとても機能的です。後半のドライブも美味しいお供と一緒に楽しんでいきます。メインのお料理はローストポーク香草ソースです。じっくり調理されたお肉はとても柔らかくて旨味が口いっぱいに広がります。レストランバスのクオリティの高さに改めて感動の一皿です。バスはお台場海浜公園のビーチを眺めながら走ります。ちょうど今日はですね、どうやらビーチバレーの大会か何かをやっているのが皆様木の間からちらちらとご覧いただけるかと思います。ガイドさんのお話によると、このお台場のビーチは人工の浜辺で、なんと伊豆諸島の神津島から白い砂を運んできたのだそうです。都会にいながら伊東のビーチ気分を味わえるなんてちょっと贅沢ですよね。梅雨の合間に美しい太陽の光が差してきました。すかさず本日2度目のルーフオープン。もちろん今回も全て手動です。カウントしたいですか皆さん。もう一回カウントいきますかいきますよ、せーの、3、2、1、オープン。青空の下、素晴らしいドライブが再開します。お台場エリアを離れ、バスは豊洲方面へと進みます。車窓からは美しい海と遠くに見えるレインボーブリッジが見事なパノラマで広がっています。晴れ渡った空の下、心地よい風を感じる素晴らしい時間です。すみません、こちらまず豊洲市場の建物でございます。で、こちら2018年に築地市場から移転しまして約7年が経っております。バスは豊洲市場の前を通過します。進行方向の左側には水産棟、右側には中央棟、そして奥には青果棟。ガイドさんの解説を聞きながら巨大な市場に囲まれる大迫力の景色を楽しみます。ちょうど進行方向左手側、千客万来の正面ご覧いただきます。地上の横の千客万来を過ぎ、豊洲大橋を渡っていきます。そうしましたら進行方向左手側、レインボーブリッジが最後にきれいにご覧いただけるスポットでもございます。
ーバス豊洲大橋を渡っております。続いて通過するのはオリンピック選手村の跡地である晴海フラッグです。2階席の窓からは歴史的なオリンピックの記念碑も間近にはっきりと見ることができました。最後を締めくくるのはキャラメルティラミスです。嬉しいことにメニューには記載のなかったフレッシュなフルーツも添えられています。甘さと酸味のバランスが絶妙で大満足の締めくくりです。デザートと一緒に直後のアイスコーヒーをいただきます。流れゆく東京の景色を眺めながら贅沢なティータイムをのんびり満喫。レストランバスの旅もいよいよ終盤へと突入です。バスは築地エリアを通過し歌舞伎座の前へと差し掛かります。日本の伝統芸能の発信地である美しい佇まいを特等席から贅沢に観光。都会の真ん中で東京の歴史と文化を肌で感じる瞬間です。銀座エリアを抜けると有楽町の高架下へと突入します。高架なかなかいただければと思います。では皆様参りますよ。どうぞ。天井がすぐそこに迫る中、なんと信号待ちで高架の下にストップ。その瞬間、頭上を通る電車の凄まじい音が響き渡ります。姿は見えませんが、ものすごい大音響が車内に響き渡る大迫力の瞬間です。さあ皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと皆様ラッキーでして、ちょうど電車が上を通ってまいりましたね。臨場感のある音お楽しみいただけましたでしょうか。今ちょうど新幹線も通っていく様子が、私と同じ側に座っている方はご覧いただけるかと思います。高架下のスリルを味わった後は皇居のお堀の前を通り出発地である丸の内へと戻ってきました。贅沢な料理と東京の名所を一度に楽しめる素晴らしいドライブの終了です。今回は東京レストランバスをご紹介しました。贅沢なコース料理とオープンバスの絶景は期待以上の素晴らしさでした。天候に左右されないスケルトン仕様なので雨の日でも安心して楽しめます。今回の費用はヨーロピアンランチコースの休日料金で1人当たり12,800円でした。料金は季節や曜日、利用人数によって変動しますので目安にしてみてくださいね。ドリンク類は別料金で下車時の精算となります。バス会社の URL は概要欄に記載しておきますので、気になる方はぜひそちらをご確認ください。それではまた次回の旅でお会いしましょう。